アフリカのことを日本の人ってやっぱ舐めて見てるんですよ、在留法人登録ベースってまあ大体日本人60人ぐらい、対する中国は30万人ぐらいいる。やばっ、話にならないですよ。完全にやばいよ。ほんと中国強い。それをね知ってほしい、日本の人は。最後のビジネス戦争とか政治の戦争で日本は取り込まれちゃう可能性もあるし、アフリカ行きたくなってる。来てくださいよ、ね、仕事しましょうよアフリカ。ね、もう一回挑戦したいね。ということで今日はスペシャルゲストが来ていただいてます。エマーゴアフリカの石田翔吾さんです。イエイ。こんにちは。はい、以前なんかうちのスクール授業の講師もやっていただいて。ああ、そうですね、はい、はい、させていただきました。ありがとうございます。とんでもないです。普段は会社名通りアフリカをベースとして、日本とアフリカをつないだり世界経済にインパクトのあることをやられてるということで、今日はあれですよね、その後にうちの社員たちにも講演してもらうんで、はい、かぶっちゃうかもしれないですけど、今日は視聴者に向けていろいろ話聞きたいなと思ってるんですけど、はい、まず僕と石田君の出会いが12年ぐらい前、そうですね、2013年ですね。僕が2009年ぐらいからアリババっていうのをやってて、日本企業に海外進出しましょうっていうのをオンラインのサービスをやってたけど、アリババからどうせやるなら合併しようみたいな吸収の話があって、それを誇示したらやるサービスがなくなっちゃって、それで急遽僕が何にも分かんない中ドバイという拠点で同じく日本企業の海外の販路開拓とかマーケティングとかをやろうと決めて、僕一人で初めて、右も左も分かんないジャパントレセンターを作るにあたって、実はほとんど全てお願いしたのはこの石田君で、現地の経営もオペレーションをやってくれてたっていう。だから2年ぐらい3年ぐらい3年ぐらいですかね、はい、うちのドバイの責任者をやってくれて、その僕と出会う前にはドバイで何やってたんだっけ、なんか役所勤めで、ドバイ総領事館にいたので、そこから湾岸の経済を見てたっていう感じですね。石田君お願い500社ぐらい500社は行ったと思う。楽しかったですけどね、まんじゅうから着物から、ゲームからありとあらゆるものをね、いや勉強になりましたけどね、なんか領事館とかいるとたまにやっぱり日本の企業の方って来られるんですよ。で多くがやっぱりその外務省とか役所の経由で来るんで、じゃあドバイとかで言うと、じゃあ鳥取県のスイカ売りたいんですかみたいな感じで、鳥取の県議の方とその農家の方と一緒に来るんですよね。でこのスイカはすごいブランドスイカでめっちゃ美味しいスイカなんで、もうドバイの王族たちが絶対喜ぶから一玉3万円で売るんですよって話するわけですよ。でところがドバイってもうアフガニスタンのスイカとかが一玉200円とかで売ってて、200円対3万円じゃないですか。でその価値の差を考えた時に、じゃあ味の差ってそれだけありますかって言われたら別にないわけですよね。だから全然コンペティティブじゃないっていう状況のものを日本から来るっていう機会っていうのは、過去も今もそうなんですけど、意外とやっぱり多くて、でもそうするとその際にやっぱちゃんと日本の事業者の皆さんが気づいてもらって、じゃあローカルに合わせていくとか、ローカライズしていくとか、現地の規制どうなのかってことを学んでいって改良していくっていうことが日本企業の外に出ていくってことにつながっていくわけです。それは僕ら自身ももっと容易だと思ってたけど、苦労して赤字期間も多くていっぱい学んだよね。いっぱい学びましたね。ちゃんとローカライズとか、マーケティングとかもしなきゃいけないし、何よりもコミュニケーションも日本の企業って下手くそなんでね、いきなり在庫たくさん持てとかね、それじゃダメだよね。だから韓国とかさ、近隣国で中東攻めてる人は、腰低くさ、ちゃんと投資して先行投資して成功してるのを見ると、日本企業はちょっとやっぱ人的にも予算的にも考えもまだ慣れてなかったなっていう。でも日本は人口が減ってく一方で、世界は急拡大して、特に中東、インド、アフリカあたりはかつて10億人しかいなかったのが3、40億人まで拡大中で、最も世界の中での購買力とかシェアがあるから、ゆくゆくは僕や裏の次の世代とかはもうアフリカが主戦場になる。当然そうなんですけど、もうアフリカをやってる身からするともう結構遅えよって感じで、やっぱり日本とかだとアフリカって話すると、次のフロンティアですよねみたいな感じで言われるんですけど、ラストフロンティア全然そんなことなくて、あとはちょっと話したいんですけど、アフリカのことを日本の人ってやっぱ舐めて見てるんですよ、途上国が多くて、みんなまだ栄養出張の子供がお腹ズボンってで、ハエがいっぱいたかってるみたいな、そんな絵を持ってる人が多いと思うよ。
。ところがじゃあ日本の GDP って4.5トリリオンぐらいで US ドルで、アフリカって54カ国あるんですけど、これ全部足して、3.6トリリオンぐらいですね。要は日本の経済規模の4分の3ぐらいがアフリカ全部だと思っていただいたらいいんですけど、じゃあ日本企業でユニコーンになってる企業って今何社ありますか？その未上場でユニコーンになってる企業って10社ぐらいですね。10社ぐらい。で経済規模で全く劣ると思われてるアフリカって同じく10社ぐらいあるわけですよ。だから日本のこと全然日本がねアフリカのことを下に見てるって思ってても、いやいやスタートアップマインドとか築かれてるコミュニティとかって僕からしたらアフリカの方が全然優れてますよ。ポテンシャルもあるしね。だから2080年にはもう世界人口の 30% アフリカの人なんで、我々が思っている以上にもう例えば食文化とか音楽とか芸術とかグローバルスタンダードの中に確実にアフリカがもうインフラとして入ってるわけですよ。だから今からもうアフリカを抑えとかないと僕はもうあまりに遅すぎると思うし、これでアフリカタッチせずに世界がこうやって前進をしていって、おっしゃる通りも人口が増えていって世界の中の経済のパイでアフリカが占める割合ってのはめちゃくちゃ増えていくのに、もう今行かないとやばいよっていうのを我々はこう警鐘を流してるっていうような感じですね。だからかつてヨーロッパ各国はアフリカを半分統治してたり、歴史的につながりがあって言語とかもね。で中国はもう完全一帯一路で、もうアフリカとか主戦場でめちゃくちゃもう投資してるからやばいよね。日本ね誰もアフリカ興味ないから。結構真面目にやるんですね。真面目にやってるエンタメってよりも、別に100万人が見るってよりも、本気の人1万人1000人が見ればいいと思ってやってるから、真面目に話してほしい。わかりました。いや真面目に話すんですけどいやテンションも含めてね。そうだね。じゃあ我々がドバイでコロナ前までやってて、コロナが来て別れることになったんだけど、その後もう10年ぐらい経ってるから何してたのっていうところから。そうですね。だから僕2017年にそのドバイ事業から離れて、DX 化を進めるような企業で働きつつ、でそのヨーロッパのデジタルの会社に対する投資事業みたいなことを一時やっていて、社長業をずっともうやってるような感じなんですけど、そこからは。で今2020年から本格的にアフリカをやっていて、で具体的に何やってるかっていうと、さっきちょっと触れましたけど、要はアフリカのスタートアップをメインにしてそこに対する投資っていうのを一つの事業の柱としてやっていて、ファンドを作って、ファンドというよりは、セルフで集めた内部のオーナーたちからこう集めた、事業予算をベースにしながらやってるんですけど、それでも、100社ぐらい今スタートアップと地元のファンドに対して。どっちが先なの？お金を集める方、それともまず投資先の LP 契約取ってる？お金の方がやっぱ先ですね。先立つものがないのに、ちゃんとこの保証ができないのに投資を進めるとやっぱできないので、まずお金をきちんと確保した上で、それに対して、ソーシングができるような、ソーシングっていうのは投資対象となる会社をこう、見ていくってことですよね。ちょっといやらしいけど、キャッシュポイントはそうするとリターンですね。投資から投資のリターン、成功報酬みたいな、あとは管理料みたいな。ただそれはオペレーションコストになっちゃうんで、基本的には投資します。でこのスタートアップが、次の資金調達、次の資金調達っていって、バリエーションを伸ばしていきますと。で価値が2倍になれば、我々のその株式が2倍になるってことなので、その差額分が単純に言うと儲けだよねっていう話です。日本勢はどうですか？投資家であったり実業家であったり、アフリカでの日本の動き、ちょっと現状をパッと見て。まず、アフリカ54カ国に、オフィシャルに住んでる日本人の数って6700人なんです。少なで当然この中には多くの政府関係者 JICA の、協力隊の人たちが含まれるので、事業をやってる人の数でいうともっと全然少ないわけです。でしょうね。特に僕ナイジェリアがほとんどなので、ナイジェリアをベースにすると、在留法人届ベースで言ったら、大体日本人60人ぐらい、対する中国は30万人ぐらいいる。やばっ。もう全然規模が違いますよね。話にならないですよ。ただ一ついいポイントというのは、それでもアフリカに来てる日本人ってもう尖った人たちばっかりで、めちゃくちゃ面白い人たちだから、多分世界中どこに行っても大成功するような人たちはアフリカに集まってると思ってますね。今はフェーズ的には例えばインフラとか農業とか教育とか医療とか、どういう感じの産業が注目してる感じ？基本的にはやっぱりそのインフラ投資とかで道路作ったり港作ったりっていうのはやっぱ中国とかやっぱ得意なので、そういうのは我々もちろん手を出さないんです。でスタートアップがスケールするってことになるとやっぱりデジタルの部分ですよね。なので僕ら投資してるところはもう
全てデジタルに関連する企業で、うち半分はフィンテックです。うん、なぜかというとですね、さっき言ったユニコーン10社ぐらいのうちの半分ぐらいはナイジェリアから出てるんですけど、このうちの、多くの企業がフィンテックでその国のインフラのど真ん中をやったりしてると、要はペイメントサービスのど真ん中をやったりとか、本来中央銀行が、お金があるんだったらやればいいようなことなんですけど、アフリカの場合その辺をスタートアップが突然入ってきて、でいきなり資金調達してバーンといいプロダクト作って、で中央銀行がそれ認めて最高じゃんって言って、それ一気にバイラルしてリープフロッグしてユニコーンになって、でニューヨーク行って上場するみたいなことが普通に起こるんですね。なるほど。はい、だからそういうところにやっぱりベットするっていうのが、アフリカの投資の一番本当基礎みたいなところ。ナイジェリア画像挟んでほしいけど、ナイジェリア都市とかで画像検索するとめっちゃすごいよ、びっくりするぐらい発展しつつあって、アフリカの多くのなんか国では貨幣がなくても成り立ってるって聞いたけど、もともとキャッシュ依存率ってアフリカすごい高いんです。エムペサってだっけ？エムペサはケニアでスタートして、これはサファリコムっていう通信会社が、なんか日本でいうドコモみたいなところが発行した、そのデジタルペイメントのツールなんですけど、何がいいってガラケーで使えるんですよ。スマホ必要ないんですよ。その辺にいらっしゃる路上生活者の人たちとかもみんなガラケー持ってるから、これ俺の番号あるからここに寄付してとかって言って、でみんなエンペサとかでお金送ったりするんですね。本当完全コインレスっていうわけじゃないんですけど、エンペサの普及率はやっぱすごいので、今13カ国で使ってるユーザーが8000万人ぐらいかな、すごいね、いるんですけど、なんかそれは東アフリカを中心として拡大しているもので、だから銀行の支店も ATM も銀行員もなく、お金が流れてるっていうね、まさにそうですね。だからアフリカでよく言われるのは、銀行口座の保有率って大体 45% ぐらいなんです、逆に言うと 55% の人は銀行口座持ってないってことですよね。でもこれってじゃあ金融アクセスがないこととイコールかって言われたら全然そうじゃなくて、銀行口座がなくてもエンペサの口座って作れるし、お金送金できるから別に金融にアクセスができるわけですよ。だから先進国がたどってきた、お金があって銀行ができて、それをベースに、ローンができて担保があってみたいなところからデジタルに向かってるってことではなくて、いきなり銀行なんか使わなくてもそんなデジタルの力でバンっていっちゃえばいいじゃんっていう、それがアフリカの成長の過程の中で、やっぱり課題があって、その課題解決っていうのが一番早いじゃないですか、ビジネスの成長としてもね。でそういう中で例えばじゃあキャッシュ依存経済で、外国のクレジットカード使えないみたいなパターンってのは意外と今まで多かったんですよ。でナイジェリアでラゴスっていうビジネス都市からイバダンっていうところまで、それこそさっきの一帯一路で中国が作った高速鉄道を走ってて、で僕それ乗って2時間かけてイバダンに行ったんですけど、その時にラゴスのその駅で切符を買おうと思って、でそしたら係員のあんちゃんに「これキャッシュレスだけど大丈夫?」って言われて「おう大丈夫大丈夫、俺カード持ってるから」とかって言って、そしたら「大学のカード使えないんだよこれ」って言って「どうしたらいい?」って言ったら「あそこ見てみろ」と。POS 端末持ってるお姉ちゃんたちいっぱいいるだろうと。であそこに行ってお前キャッシュで払えと。そしたらあの人たちは手続きしてくれて、それチケットになるからっていう、その POS ビジネスっていうのがアフリカってのは結構主流で、看板みたいなのをかけてる人たちが街中にいっぱいいるわけですよ。で彼女たちはその電話料金の支払い代行とか公共料金の支払い代行とかみんなやってくれるわけですよ。でキャッシュしかなくてデジタルにアクセスが難しいとかパソコン使えないみたいな人たちはみんなその POS お姉ちゃんのところに行って払って番号言ってでこれを一つの企業が最初やり始めて、でいくつか広がってるんですけど、その中の代表的なユニコーンになった企業でオーペイっていう会社があって、これは中国人の方がオーナーなんです。もともとファウンダーの人はね。でGoogle Chrome みたいな、ブラウザーサービスでオペラってあるじゃないですか。あれもともとノルウェーの会社なんですけど、でそのオペラに働いた人たちが、作ったプロジェクトで、これを中国企業が650億ドルぐらいだったかな、それぐらいのお金出して一応買って、でそれでこれからアフリカだろうっつってやり始めたのがこのオーペイっていうサービスで、中国で作った端末をダーって大量に入れて、でそれをエージェントの人たちに配って、でそれでみんなが使ってっていう、そういう決済システムのインフラをまさに作ったみたいな事例ですけど。すげえな。面白いですよね。そういう自動運転とかまだ自動運転はまだですね。どっちかというとまだ電気自動車はまだこれからぐらいなので、道路は道路は場所によります。日本がそういう ODA で橋とか作ってあげると、橋の柱の端っこの隅にちっちゃく日本が作りましたって残してくる。中国の場合はもう
ドーンってアーチとかで、はい、我が中華民国が中華人民共和国が作ってあげましたよっていうのはもうバンバン出すんで。でなんか SNS 見てると TikTok 的なものにアフリカ人が中国語でなんかやってたり、語学もやってんだなと思って、国連のなんか議決とかの投票を見ててもアフリカの多くの国が中国が反対なら反対に入れるみたいな。これだから本当にその一帯一路の恩恵はもちろんあるんですけど、もう一つ中国がやっぱりすごく上手なのがソフトパワーをやっぱすごく利用していて、どういうことかっていうと孔子学院っていう中国を教えてくれる学校をアフリカの中だけで60校開いてるんですね。で年間20万人のアフリカの子たちが孔子学院に通って中国を勉強するんです。なんか HS 何級みたいなやつでしょ、はい、その上でそこで優秀な人たちに中国政府が奨学金出して中国に留学させて、でそれ中国を学ばせてでアフリカに返すんですよ。だからケニアとかナイジェリアとかの高級ホテル行ってロビーで大体商談している人って中国人、アフリカの中国語ペラペラの通訳で現地のビジネスマンみたいな。だからもうとにかく中国経済圏、中国人は13億ぐらいから8億ぐらいに減るけど今世紀、でもあそこの何十億が足されるから、もうアメリカの数倍の国になっちゃうかもしれない。そうですね。で今後まさにそのアフリカとかでいうと中国人とアフリカの方のミックスで家庭が生まれるっていうケースって多分どんどん増えていくんで、本土は減るかもしれないけど人口、アフリカの中における中国の相対的な影響力って増していくだけだと思います。ちょうど僕がドバイに入る頃にいわゆるそのドラゴンマートだっけ、はい、あの辺でいろいろインタビューしたら中国人とビジネスしたけど日本人の方がサポートもあるし嘘つかないしいいよって言ってたけど、結局華僑とか中国人も儲けたいからちゃんと腰低くして、クオリティ良くして、ウィンウィンのプラン考えてってやりだしたら中国あってドバイがあるぐらい言われて、俺らがいろんなプロジェクトやっても無視するねドバイ政府役人も中国のなんか商業ビルとかできるとテープカットやってね、いろんな人と話しても中国いいねいいねって、だから今日本では中国の品質は低いし人も悪いしって言ってるじゃん。それ俺たちもさ下着も洋服もみんなさ中国製でも良くなってきてて、完全にやばいよ。ほんと中国強い、それをね知ってほしい日本の人は。まあ結構やっぱまずいのは人材の流出で、まあ例えばスタートアップで日本でやったりするじゃないですか、だけどそのスタートアップが成長過程の中で企業プロダクトをエグジットしたいとかって思う時に日本に買い手がいなかったりするんですよね。でそうすると中国人って多少その PL が悪くても財務諸悪くても全然買っちゃうんですよ、プロダクトが良ければ。で日本人っての投資家の皆さんとかね MA するような会社とかってやっぱりその書評めちゃくちゃ見るから、でちょっとマイナスになってたらいやマイナスじゃないですか、お金も借りれないですよね、そんな会社買えませんよってなっちゃうんですよ。でも中国企業って全く関係なくて、そんなうちの資金力でいくらでもこんな挽回できるんだから、プロダクトを作れる人、プロダクトがあるっていうそのことの方が大事でしょっていうのが一歩が早いんですよ。なるほど、じゃあどうなる自分の俺たちの子や孫の世界は。だからまあ今日のねその後の話でもちょっとしたいなと思ってるのは、例えば日本が相対的に強くなるっていうことってどういうことかっていうのを、まあ、僕は常にもちろん日本人だから考えてるんですけど、今回のサッカーワールドカップで日本ブラジルにまあ負けましたよね。であれって何が理由かって言ったら、ちなみに彼はもうサッカーもすっごいから本気でやってドバイでもう社会人チーム作ってね、リーダーやってたけど、でチームワークは多分おそらく世界でも類を見ないぐらい最高だったと僕はまあ思うんです、でチーム力で言ったらまあ上でしょうと。で優勝っていうのも公言しました。だからブラジルにも勝たなきゃいけない。でも実際には個人の能力で絶対的に負けてるわけですよ、だから日本の代表選手の中から半分ぐらいはブラジル人と同じようなレベルの超メガクラブでレギュラー取って争うぐらいの個人の力がなかったら世界では絶対勝てないんですよ。個人の力があって初めてその上に組織力っていうのが付加価値として乗っかってくるものだから、だから一人一人の個人の能力をやっぱりどうやって伸ばしていくか。でも逆に学生の8割が将来偉くなりたくない、社会人の 45% がもう静かなる退職でやる気がない、恋愛とかも18から25の 75% が恋愛してなくて、50% が童貞処女みたいなね、本当にそういう側面でいくと個人の力落ちてると思うよ。
ら相対的なその数で言ったら落ちてると思うんですけど、慶応と早稲田の大学院両方客員やらせてもらってて、で定期的に日本に来てその大学生たち、大学院生たちに触れる機会ってあるんですよ。早稲田の子たちってめっちゃハングリーなんですよ。びっくりするぐらい。この子たちは多分海外に出てもこのハングリーさで負けないなっていうぐらいハングリーな子がすごく多くて、で教えててすんごい楽しいんですよ。で今僕世界中にだいたいメンターしてあげてる子は20人ぐらいいるんですけど、うち10人ぐらい日本人取ってるんですね。でそのうちの多くは早稲田の子たちで、でもう自分がとにかく成長したい、で世界で戦いたい、世界で勝ちたいって思ってる子たちって全体のパイは少なくなってるかもしれないけど、でも尖ってる人間って逆に言うと僕は増えてるような気がちょっとしてるんで、いいね。まあ本当は別にもう日本とかやらずも世界を良くするために頑張ってもらいたいんですけど、でも世界を良くすることが日本を良くすることにもつながるっていう視点の中で、やってもらったら彼らの成長をもうどんどん後押ししたいなと。今慶応が出てこなかったけど言えないよね。別に言ってもいいですよ。良くも悪くもお坊ちゃんなのかなっていう感じですね。でこれはちょっと違うんだ。僕が教えたところがそうだったのかもしれないんですけど、慶応のすごいところって世界中に三田会という卒業生の OB のネットワークがあって、でこれってもう会社とか全く関係なくその国の三田会っていうその旗の下にみんなが集まって、話ができてコミュニティがあって、その中でビジネスとかが生まれるんです。慶応の三田キャンパスの3ニタの三田会っていうのはもういろんなところにあると。これはめちゃくちゃ大きなアセットだから、これ慶応が持ってるものすごい僕は大きな力だと思うんですけど、ただ僕が接した生徒さんたちは割とおとなしい人が多かったなっていうです。何を教えてる？イノベーションですね、基本的には。今週も授業あったんですけど、早稲田で、世界のスケールするベンチャーの会社がどのような資金調達をステップとして行って、どういう戦略のもとでそれをやってるかっていうような授業とか、そんなことやってます。なるほど。じゃあ視聴者で例えばグローバルなビジネスやりたいなとかって人は、ぜひアフリカも注目してほしい。注目してほしいというか、起業する時ってまず僕はどの課題をちゃんと見つけて、でこの課題に対してどういうソリューションを自分が提供できるかっていうところからスタートすべきだと思ってるんです。でこの課題の発見がアフリカの課題だったらアフリカでやるべきだと思うし、ドバイだったらドバイでやるべきだと思うし、日本だったら日本でやるべきだと思うんですよね。自分が提供できるサービスが一番ふさわしい場所を選び、そこからスケールするこの成長ストーリーみたいなのをちゃんと描けた場所でやるべきなので、その観点でいくと僕は日本人がもっとアフリカに来てアフリカの課題をちゃんと見つけてもらいたい。まずはね。で逆にもうすでに既存企業で日本国内をマーケットにしてやられてる人たちがアフリカに来たいって思った時に、文化はもちろん違うし言語も違うしなので、逆にその中で皆さんが提供できるプロダクトサービスの中で何がアフリカだったら最適化できるのかっていうのは僕らがいくらでも支援ができるところなので、我々のところに連絡してもらえれば喜んで。それは知らない人いるよね。この前も DMM の亀山さんと立ち話したら「アフリカやるぞ!」って言って「なんか最近聞かないでどうしたんですか?」って言ったら「いやちょっと一時撤退だね」みたいな。ルワンダねやってましたよね。誰を頼りにするか、どの人の情報を信じるかとかでも随分ジャッジが変わってくんだから、ちゃんと足でね、まずアフリカに行かなきゃね。俺も何回も言ったけど、あれ手島はさ、俺と石田君をさつなげたわけじゃん。アフリカ行ってこいよお前。そうですね。行けんの？来てください。顔はちょっと向こう赤道。こちらがあちらになって。子供も旦那に任せてちょっと。そうですね。怖いでしょでも。いや大丈夫です。社長、私はその法人をフィリピンに作る前、ドバイに作る前、社長よりも先に現地に入ってますから。そうだよ。これからアフリカはちょっとお前視察してこい。ちょっとお前もちょっと子育てとかに夢中だから、自分で俺より先に一歩行く何かを考えろお前。そうですね。アフリカレポート頼むよ。わかりました。マジで？はい。行ったらわかるんですけど、何を見に行きましょう。だからそれもわかんねえから。そうです。1週間ぐらいいたらわかるよ。言ってもらえればどこでも案内しますし、別にスラムとかでも、僕らスラムでナイジェリアだったら水上スラム。ちょっと衛生面とか結構心配なタイプ。気をつけるポイントはちゃんともちろん事前にお教えしますので。だってフィリピンだって危ないしさ。そうですよ。ね。どこだって危ないんだよ、ドバイだって。今人口が26万人ぐらい住んでるナイジェリアのね、ここっていう水上スラムが世界最大の水上スラムなんですけど、そこって26万人人が住んでるのに学校1個しかなかったんです。ってなると子どもたちの就学率が 20% とか 30% ぐらい。
らほとんどの子たちは学校行かなかったわけです。そういうのもなんか興味あるよね、昔からね。もちろんですよ。ノンプロフィットのなんかそういうボランティアとかも好きでしょ。大好きですよ。ね、っていうのはスタートアップ投資で相手にするのってアフリカの中のやっぱトップのエリートたちばっかりじゃないですか、要は、いい大学出てもう GAFA で働いてそれで経験積んでスタートアップ起業してましたっていう人たちばっかりでしょ。だけどどこに行ってもそうですけど、やっぱり人口ピラミッドの中で必ずその中間だったり低位になっている人は必ずやっぱ存在するんで、僕らがビジネスをやらさせてもらってる以上は全ての人たちに何らかの形で恩恵が受けられないと僕は絶対いけないと思ってるんです。だからそれをちゃんと返す意味で学校を支援したり、今600人ぐらい生徒から参加やってもらってますけど、でそこで来れる子たちには我々制服支給したりとか、先生たちに給与を払ったりとかで、1割ぐらいは個人の子たちなんでその子たちの衣食住全部提供してあげたりとかでやって、とにかく学校に来て学んでそこから外に出ていくっていう機会を提供するっていうのは一生懸命やってます。あと30年40年やると思うけど、ずっとアフリカ。基本はアフリカ行きたいなと思いますね。僕のキャリアのゴールはもう大学の教授だと思ってるんで。前から言ってたね。はい。でそれとにかく若い人たちを僕が得てきた経験と知識でとにかく育ててあげたい、世界を良くしてもらう人たちをやっぱり一人でも多く増やしたいっていうのが僕の願いなので。ちょっと教科がごちゃごちゃになってんだけど、確か石田君はアメリカに学校に行って9.11とかいろいろ見た時に、みんなイスラム圏がうんぬんって時自分で見に行きたいっつってイランイラクとか行ったんじゃなかった？カリフォルニアの大学で勉強してて、で僕はその中東専門家の先生の下で教わってたので、でもうすぐレター書いてくれて、でそこからレバノンの大学にさらに留学し、トルコの大学院に留学して、で周辺地域はもう全部2年3年で回ったので、自分で見に行って、でそこからドバイ領事館とかで働いたりして、本当にすごい詳しかった。向こう行っても俺らさ、イスラム教徒とかさ、そういうアラブの人たちとどう接していいか分かんないじゃん、だからミニスカートでさ足出してさ、女の子がさ横にピョンとか座るとさ、石田が「おいダメこれ!」とかっつって「なんで喜ばないの?」とか僕が入って最初 GP のこの池袋の、ここじゃなかったですけど、あの時は前のオフィスの時に多分1週間ぐらいで内部からエデュケーションしないとまずいなと思って、多分社長にすぐ言って、で昼休みに俺プレゼンやるから勉強会やらせてくれっつってやったんですよね、ずっとね。でそしたらそれ見てたベルギー人のねインターンのルカとかが、僕がドバイ行った後とかも彼がそれ引き継いで自分の教えれることを教えたりとか。そうやってたね。そのアフリカについてもやっぱり観光地しか俺行ってないから、やっぱいろいろ見たいね。ぜひ見たらハマっちゃうらしいんだよ。そうですよ。また俺そうすると全財産をさ会社の今度アフリカになります。いいじゃないですか。いいじゃないですか。でもさっきの中国の話みたいなことを日本はすべきですよね。いやだから本当弱いよね。なんかねやり方は別で全然いいと思うんです。もともと日本のがやってたんだよ ODA。数でもう中国に対抗しようと思ったら絶対無理なので、じゃあ日本の得意分は何でしょうっていうところで、今もちろんねアニメとかそういうものあると思うんですけど、じゃあそのアニメをアフリカで見てる人たちめちゃくちゃいっぱいいるわけですよ。ところがじゃあそのプラットフォーム提供してるのってネットフリックスとかアマゾンプライムとかが勝手に日本のいいものを持っていってくれてるだけで、日本がコントロールしてないじゃないですか。そこは問題なんですよね。だからコントロールする側にどこだったらつけるのかっていうのをやっぱり各企業人が考えて、それを抑えにいくっていうのが大事ですね。アニメも現地語に翻訳した海賊版が多くて、全然日本にキャッシュ入ってこなかったりね。自動車はやっぱトヨタ強い。自動車はトヨタはもちろん強いんですけど、中古がやっぱり主流のマーケットなので、中古車で強いっていうとやっぱり日本車なんですけど、例えば中国 EV が少しずつ入り出してきてたりとか、現地で生産してるところなんかもあったりするんで、じゃあもうアフリカブランドもできつつある。アフリカブランドもありますし、できつつあるし、タタとかも入ってる。タタはもちろん入ってますね。インド系の人たちは東アフリカすごく多いので、もともと東インド会社からケニアとかタンザニアとか辺経由して希望法回ってイギリスまで行ってたんで。そうだよね。いや楽しいねアフリカの話。やっぱ行かなきゃダメだね。いや行かなきゃダメですよ。年に何割ぐらいアフリカに？3分の1ぐらいアフリカにいます。あとアジア。あと中東3分の1で、アジアヨーロッパで3分の1ぐらいですね。昔みたいにもう1日15時間とか仕事してるの？そうでもない。15時間どころじゃなくて24時間仕事してます。考える、調べる、調整する。考える、調べる、思考する。思考の時間長いですね。去年台湾のオードリー・タンさんに会ったんですよ。タンさん。IT とかね。彼女ってコロナの時にデジタル大臣やってて、で台湾でそのマスクの
こう薬局にどれだけマスクあるか在庫みたいなやつを全部マップ公開して日本みたいに混乱させなかったわけですよね。ですごい人なんですけど、で彼女ってもともと子供の頃に心臓病で小児疾患があって、もう人生生きれるかどうかわからないみたいなところから、あれだけ天才になって、成長して大臣までやられたんですけど、今どういう生活してるかっていうと、8時間仕事して8時間未来のための投資をし、8時間寝てるんです。この8時間の自己投資の中に含まれるものって、寝る前の3時間を使って今日起きたこと、今日自分が考えたこと、思ったことを全部ノートに書き込んで、全世界の人たちが私が今日考えましたっていうのにアクセスできるっていう知識を残すんですよ。俺と一緒だね。ですか。俺も YouTube でやってるもんね。で俺も部下にとにかく1日8時間仕事して、8時間は10年後のために準備をしろと、いつも言ってる。今の自分は過去10年間の積み重ねでできた自分なんだから、こっから10年間ありきたりのことしかしなければ年収も自己実現も社会貢献も大して変わらないぞって言って、石田君だって別にこんなねすごいビジネスやってるからなんか東大とか出てきそうじゃん。そうじゃ案外苦労してたよ若い時ね。高校卒業して僕は1回土方就職して、金髪ロン毛でつなぎ着て山削ってましたから。そうだよ、だからうちの社員たちにはそっから入ってほしいね。ああそうですね、もう天才が現れたと思って山本社長やばい人来たよ、もう会話ついていけないよってなっちゃうから、最初ちょっとあえて卑下して、自分のちょっとやんちゃだった頃で、20代前半なんてそんな金もなかったでしょ。全然なかったですね。そういう人でも頑張って英語を覚えて、今やねこうやって世界を股にかけてさ、家族も持ってすごく活躍してんだから、こういう石田君を見て遠い人じゃなくて近寄ってく、師匠とかいないでしょ。師匠は僕は人生の中で唯一、そのアメリカでお世話になった先生だけが今でも僕のメンターとしてお世話になってるんですけど、どちらかというとやっぱフェーズが自分が師匠になる立場にやっぱならなきゃいけないと思うんで、それで世界中でいろんな人を教えてるっていう形ですね。世界を牽引してリードしなきゃいけない主役ってやっぱ若者じゃなきゃいけないんですよ。だから10代20代の子たちが俺たちが世界を今動かしてるんだっていう意識のもとでやんなきゃいけない。そうだよ。で僕らはでもそれに負けないように、でもこの子たちに世界をリードさせてあげるための知識や経験をやっぱ教えてあげなきゃいけないと思うんで、だからそこにやっぱり年齢とともにフェーズがちょっと変わってきたのかなっていうのはありますね。あと50年とかはもうアフリカが主戦場で最も成長するけど、逆に50年経つとアフリカの急成長、急拡大してる人口ももしかしたら緩やかになって。そうですね、それは絶対的にあると思うんです。でロボティックスとか、教育水準とかも全部もう均一化するっていうか、世界の差があんま格差がなくなる。そうですね、格差なくなるでしょうね。そうすると今日本で起きてるような持続可能性とか、スローライフとか脱資本論みたいななんか出てくるかもね。そうですね。新しい哲学が生まれそうでちょっと興味ありますね。すでにもうちょっと緩やかな思考があるアフリカの農村の人たちが都市化されて、でもその都市化の後に残ったこの生活でいいんだっけって思った時にどういう哲学がそこに生まれるのかってめちゃくちゃ興味ありますけどね。こんな数字売り上げの中にいる俺であっても孫ぐらいの時代には資本主義じゃなくなるんじゃないかなと思ってる。だってもうロボットがあって AI があって、医療もなんとかもちょっと変わってくじゃん。そうすると幸せの定義も変わって、むしろじゃあコンピューティングとかの世界じゃなくてキャンプファイヤーとかさ、農業とかさ、釣りとか本能的なアニマルとしての楽しみがよりなんか回帰されて、みたいになる気がする。でもその時までにちゃんと競争で各国がやっとかないと相対的に貧しいと、その前になんか国がボロボロになって、最後のビジネス戦争とか政治の戦争で日本は取り込まれちゃう可能性もあるし、だから俺らの世代は現役、もう孫たちの選択肢を増やせるように、アフリカが伸びてんだったらアフリカに行って、日本の外貨獲得するとか、人を育てるとかガンガンやんなきゃいけないな。石田と会ったらアフリカ行きたくなってる。来てくださいよ。アフリカ来ても美味しいし、仕事しましょうアフリカ。ね。僕は日本の企業に対するリーチの数がやっぱすごい少ないんで、GP がアフリカに行きたいって思ってるけど、潜在的に、アフリカはまだ全然ぼやっとしてる企業さんとかを連れてきてもらって、で例えばその POC 一緒にやりましょうとか、コンサル僕がやってあげますよってなったら、その分のちゃんと手数料払うんで。昔と同じことやろう。今 AI エージェント Z っていうね、
のズーム社と ZOS のうちでおう Z っていうのを使ってて、はい日本中の企業に今配布してくる ID を。おもちろん固定もあるんだけど、はいズームのエンジンっていうのはもう、スワヒリ語でもフランス語でも英語でもこっち日本語でも、もう次のバージョンは俺が日本語で話すとスワヒリ語で俺のしゃがれた声が聞こえる。おもう本当宇宙世界はまたはい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 。そうなると本当グローバルなコミュニケーションできるから、せっかくだったらズームのネットワークあるからね、なるほど。世界中の国にこの ID を配布してもうビデオ会議と AI エージェントのマッチング機能、学習機能で効率よいなんていうのネットワーキング、あと怪しい人お金払わない人とかはどんどん AI が排除していくみたいな良質なコミュニケーションを、まあ、できれば本当理想は数千万アカウント取ってうちにかける何百ドル入ってきたらすごいじゃん。すごいですね。そういうのを俺死ぬ前に一発やろうと思ってね。おーいいですね。もう一回俺らも社員をアフリカとかいろんな成長国に派遣して、もう一回コロナで一回ギブアップしたグローバルなビジネスを俺やろうとは思って、これまだ YouTube でも言ってないし、隠してたんだけど、最後ただの池袋の親父になりたかったなと思って帰られるの嫌だから一応俺の野心よ。あの時俺が熱く語ってたさ、ことはまだもうメラメラやって、そのために人金知見を伸ばして、今頑張ってる。絶対いつかはまた。本当に暑さが落ちてただの親父になったらマジで嫌だな。なってない。先にアフリカ行っていろいろ整備してくれてるな俺のかつての戦友はぐらい思ってるから、また絶対いつか大暴れしたいな、やりましょう。あの時はもうコロナもあるし俺たちも未熟でいろんな意味で成功まで導けなかったし、もう一回挑戦したいね。今日本当ありがとうございます。ありがとうございました。また定期的にね、ちょっと最新レポートをしてください。はい、また来させてもらいます。じゃあ手島もアフリカ行ってこい。はい。まず俺より先に行くのが大事だろ。そうですね。はい。大丈夫です。はい、じゃあ今日は石田さんでした。ありがとうございました。ありがとうございます。インド工科大学って今世界でも超トップの理系の大学だよね。そういうところで教えれるぐらいの実力があるっていう人はもう本当に世界中から別に手が上がるような声がかかるような人材になると。例えば同じ職種に僕と僕じゃない他の人が応募したとしよう。でも仮に能力が一緒だとしたら多分前者の方が取られるよね。だってずるいじゃんそんな。だってそんな実績あるんだから。これがアンフェアアドバンテージなんだよね。僕はドバイで働いてた時に領事館にいて公の仕事をしてたんだけど、その時に培った外交コネクションって多分普通の人では全くアクセスできない。いろんな国の大使館に普通に出入りすることができたりとか、副大臣政務官ぐらいだったらまあ誰かのコネ使えば会えるよねぐらいのことっていうのは全然大いにあって、でそういうコネクション使えるっていうのはまあ他の人から見たらめちゃくちゃアンフェアじゃん。でもそれは僕の中でのアドバンテージじゃんか。だからそれがアンフェアアドバンテージ。マラウィっていう人口2200万人ぐらいで 80% が農業従事者の国があるんだけど、そこの2012年から2014年まで大統領を務めたのがジョイス・バンダっていう女性の大統領です。で彼女はアフリカの歴史上2番目の女性大統領で、今はアフリカ連合の中で内戦の後の調停委員会の座長とかを務めている。で僕はそのジョイス・バンダの個人のアドバイザーをしているわけだよね。でもそういうところに日本人で外国人でついてる人間なんてもう全くいないわけ、世界で。その名刺とか持っていったら、まあアフリカの人だったら誰でも会えるわね。アンフェアアドバンテージでしょ。ね。これが皆さんの中にどれだけあるか、どれだけそれを見つけられるかっていうのを、もう今日から本当に始めてほしいんだよね。相対的に人と比較してみた時に、私はこれを掛け合わせたら絶対に世界で1位になります。会社で1位になれますっていうのを見つけてほしいんです。その個性を伸ばしていくっていうことが会社の成長にもつながるし、国を強くしていくってことに僕はつながると思う。